こんにちは、ふるちゃんです。今回は5月31日から開催される千年決戦編プライズガチャグラビテーションの2キャラクターを紹介していきます。それではまず1人目、黒崎正樹です。黒崎正樹は力属性となっており、キラーはエスパーダキラー、ソウル特性はキャラ強化を進めることで状態異常付与時一定時間冷圧 40% アップになります。すべての攻撃に麻痺、必殺技には自動復活を持つ青攻撃タイプの強攻撃特化となっております。パッシブスキルは緊急回避回数プラス1、弱体状態短縮 100%、敵ガード無効、青攻撃無効貫通を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。アビリティ、アランカレーの状態異常確率アップおよび状態異常効果時間プラス5秒も習得できるため、属性問わずアランカル種族の敵を状態異常にさせやすく、状態異常にする時間を伸ばすことができます。そして強攻撃にはヒット数の多い一定範囲連続攻撃になっているため、敵を状態異常にさせやすくなっております。さらにソウル特性、状態異常付与時一定時間冷圧アップ 40%、 アビリティ、危機麻痺状態時全ダメージアップ 40%、 状態異常付与時一定時間冷圧アップ 80% を持っており、敵を麻痺をはじめとした状態異常にすると非常に高い火力を出すことができます。その他には必殺技に自動復活がついているため、グループバトルやレイドでチームパーティーメンバーが倒れてもまた戦えるようになる点も特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の青攻撃となっております。続いては強攻撃です。強攻撃1は奥行きのある前方攻撃です。次に強攻撃2です。強攻撃2は前方範囲に一定時間攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技、今日できることです。私は今私にできることをやるだけ。以上、黒崎正樹でした。続いては芝一心です。芝一心は持属性となっており、キラーはクイーンシーキラー、ソウル特性はキャラ強化を進めることで状態異常付与時一定時間冷圧 40% アップになります。必殺技以外の攻撃にはやけどおよび裂傷を持ち、必殺技には弱体および裂傷を持ち合わせた赤攻撃タイプの強攻撃特化となっております。またパッシブスキルは緊急回避回数アッププラス1、強攻撃範囲アップ 20%、弱体状態短縮 100% を持っております。その他のアビリティは記載の通りです。それでは実際のクエストに合わせて特徴を見ていきましょう。全攻撃で敵を状態異常にすることができるため、アビリティ、心属性の状態異常確率アップ、状態異常付与時一定時間冷圧アップ 80%、ソウル特性、状態異常付与時一定時間冷圧 40% アップを習得することで、心属性の敵を状態異常にさせやすく、強力なダメージを与えることができます。そして状態異常効果時間プラス5秒を持っているため、状態異常にかける時間も伸ばすことができます。またアビリティ、強攻撃ヒット数アッププラス2、強攻撃ダメージアップ 50% を持っており、ダメージをさらに強力にすることもできます。さらに敵を倒すたびにダメージが最大 100% まで上昇する敵撃破ごとに全ダメージアップ 2% というアビリティを習得できるため、敵が多く出現する限界討伐クエストやグループバトルなどで活躍できます。その他には強攻撃2が追尾式設置技となっており、グループバトルで敵をまとめながらボスへの攻略に集中できる点も特徴です。次に各攻撃の紹介です。まずは通常攻撃です。通常攻撃は4段構成の赤攻撃となっております。続いては強攻撃です。
強攻撃1は前進しながらの攻撃となります。次に強攻撃2です。強攻撃2は敵の方向に自動で移動しながら攻撃を続ける追尾式設置技で攻撃します。そして強攻撃3です。強攻撃3は全画面の攻撃となっております。最後に必殺技月牙天将です。よう、おめえを守りに来たぜ。月牙天将。以上、芝一心でした。千年決戦編プライズガチャグラビテーションのキャラクター紹介でした。新キャラクターは5月31日から登場予定です。ぜひ皆さんゲットしてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。